朝鮮の方に行っていきたいなと考えております。はい、皆さんこんにちは。在日アングラ塾の本地です。今回はちょっと真面目な話をします。前回述べたように韓国進出というふうに挙げました。韓国には皆さんもご存知の通り、私在日の血が半分入っているので、韓国、朝鮮、親戚や仲間、知り合い多数います。韓国に行ってきたいと考えています。今ではこの日本では K-POP、韓国アイドルブームですね。その韓国アイドルブームというものが流行り廃りじゃなく、ブームでなく文化になってるんです。もうどんどんこの日本にも K-POP だけでなく韓国の文化、それがどんどん入ってきます。それを私韓国の方で撮影して、それをこちらにも送ります。もちろん日本でも配信しますし、それを英文訳翻訳をつけて世界各国にお待たせしました。配信いたします。世界各国の方たちに翻訳テロップを入れて配信させていただきます。実は SNS ご覧になっている方はお分かりいただいていると思いますが、ドキュメンタリー番組3つ。まず1つはイタリアの、民営放送、民放さんのドキュメンタリー映画の方に出演させていただいたのが今年の夏、9月か10月に出る予定です。で、その次、ここ2つはロシアです。ロシアなんですが、この2人は有名な YouTuber さんです。ロシアの。で、メキシコロシアです。お一人はスタスさんで、もう一人またロシアなんです。でも全国に配信されていて、このロシアの YouTuber さんはお一人お二方とも一つの動画がだいたい月に450万 PV ある YouTuber さんのドキュメンタリーとして僕がゲストで出させていただいたものが、6月遅くても7月までにはこのお二方の YouTube チャンネルからロシアから発信されて、メキシコを通して全国に配信されるということです。私も翻訳通訳を入れて、皆さんに世界各国にここから発信していきます。今回の動画で真面目な話をするのは、これから翻訳通訳を入れていきますという説明じゃなく、韓国、そして欲を言うと頃合いを見て、言ったことはやります、できないことは申しませんと私自分のお約束事でもお話ししているので、欲を言うと理想であれば朝鮮の方に行ってきたいなと考えております。朝鮮はやっぱりまだ親戚がいます。親戚が皆さんお亡くなりになる前にご挨拶に行きたい。その時に朝鮮での風景、情景、現状、皆さんにこの日本の方たちだけでなく世界に少しでも片鱗、何かのきっかけ、お役に立てれば嬉しいなと考えています。一つだけお話しすると、韓国進出ということで韓国の方に行く機会が増えると思います。なので韓国の撮影風景、流行りのご飯、そして韓国のやんちゃな半グレ、そして現地のマフィア、政治家、有名人、そういった方たちとのコラボ、また顔出しはモザイクだけれども話を聞く、そういった撮影も、できます。そしてしていきます。そうなると一つだけ注意事項先に述べます。朝鮮行って韓国行くということは基本的に難しいです。で、韓国を行って朝鮮に行くというものは審査がとても厳しいです。一番韓国で滞在だと言われているのは殺人ではないんです。
滞在で一番ランクトップクラスとして滞在と言われているのが二重スパイというのがありまして、在日のコリアンとして日本に住んでるとします。その人間が在日コリアンとして朝鮮文化を取り入れたプッカンサランというのは北の人間ということを在日用語で言っています。北の人間、私朝鮮学校行ったので北文化を習っているものというふうに、国籍はもちろん日本ですけど、文化が北の文化を民族教育として習っているもの、そのものが韓国に行くということに関しては問題ないんです。ただ韓国に入って朝鮮に行った人間が韓国に行く、もしくは朝鮮文化を習った在日プッカンサーランが韓国に行くと、韓国の内情を知らせるための朝鮮のスパイだというふうな罪名が一番等級が重いです。なのでこれだけは注意しなければいけないので、要点を言いますと、まず韓国の撮影はできます。朝鮮での撮影、もしくは朝鮮への渡航、そちらに関しては頃合いを見ながら今年中には実現させたいなと考えています。本地の在日アングラ塾 YouTuber として僕にしかできないことです。できないことも中には出てくるかもしれません。それは法律がありますので、それ以外のことに関してはしっかり法に基づいてそれをくぐり抜けていきたいなと考えています。朝鮮行った時に面白いことやっちゃいたいね。皆さん楽しみじゃないですかね。日本でガチャガチャやってきちゃったんですから、韓国行ってガチャガチャやって斧持ってこられたところで、そんなことは日本でももう経験してるので、致し方ないかなって。おいおいおいと、本地お前本当にええ加減にせよと、お前政治を志しとって、お前そんなやんちゃっ気が抜け取らんのやったら、皆さん僕よりも言葉と素行悪い政治家たくさんいます。そして僕よりも考えてることクソほど悪い政治家たくさんいますよ。日本国土人として、日本国土でお世話になったものとして、韓国と朝鮮にこういうアイデンティティのあるものがいるんだということをお知らせしに行くだけです。そこは皆様が楽しんでいただけるんじゃないかなと。後輩たちももちろん連れて行きますんで、現地の人間たちも迎えに行きますし、その時に皆様に私がどういう立ち位置立場の人間なのかというものを、見ていただきながら、こいつはやっぱり政治家になった方が面白いんじゃないかというふうに見ていただけるように、そういうような人格者として、そのステージに皆様に持ち上げていただけるような人間になりたいなと考えております。韓国進出、そして朝鮮、何がお見せできるのかすごく楽しみです。まず韓国の予定はもうすでに入れてありますんで、皆様に美味しいご飯をお届けできるようにしたいと思います。よろしくお願いいたします。本地の在日アングラ塾がどこまで海外に通用するのでしょうか。その初歩は韓国です。お願いします。興味のある方はご連絡ください。一緒に行きましょう。お願いします。